皆さんこんにちは、オセロです。今回はですね、何をしていこうかというと、こちらファミコンになります。レトロゲームの代表格であるこのファミコンの基盤に手を加えまして、 AV 出力化とステレオサウンド化してみたいと思います。過去すでにいろんな方から出ている改造ネタになりますが、少し聞いてもらえないでしょうか。ここの RF モジュールを取り除いて AV 出力化とステレオサウンド化できる基盤へ乗せ替えていきます。今回その改造に使う基盤は私の方で設計したこちらの基盤です。こちらを使いましてファミコンを改造していきたいなと思います。こちらの基盤はファミコン前期型のみ対応しており、後期型は非対応です。入手方法については概要欄をご確認ください。それでは改造する前に自作基盤の構成を見ていきましょう。まずこちらにはタイプ C の端子があり、ここからファミコンへ電源供給できるようにしています。 AV 出力についてはここにある 3.5mm のジャック4極コネクタを使ってビデオ、オーディオの L、オーディオの R をこの一つで出力させています。こちらにはボリュームがあり、このボリュームの役割は拡張音源のバランスを取るためのボリュームになります。拡張音源の音を大きくしたり小さくしたりと全体のバランス調節を行えるようにしています。このスイッチはモノラルサウンドとステレオサウンドを切り替えるためのスイッチになります。ゲームによってはステレオだと聞き取りにくい場合があるので、モノラルに戻して遊べるように切り替えスイッチを設けております。そしてオペアンプに関しては LM358N を採用しています。お好みのものがあれば差し替えができるようにこのようにソケットに差し込んでおります。こちらにはオーディオ L と R をハンダ付けするためのパターンを設けました。次にファミコンの基盤から出ている配線をハンダ付けできるようにこちらにパターンを設けています。ここのパターンからビデオ、オーディオ、電源、グラウンドを管理しています。最後にこちらにはファミコンスイッチって書いてあるんですけど、既存のスイッチをこちらに移植することによって電源をオンオフすることができるようになっています。このような形で設計した基盤を今から本体へ組み込んで改造していきたいと思います。ぜひご覧になってください。それではやっていきましょう。それではこちらのファミコンをですね、早速分解していきたいなと思います。分解についてはプラスドライバーでネジを外していき、中にある基板を取り除くだけの単純作業になりますので早送りしていきます。すべてのネジを外すことができれば画面のように基板を本体から取り外すことができるかと思います。 RF モジュールから赤と白の配線が伸びています。こちらはファミコンのスイッチになります。こちらも本体から外していく必要がありますので、ネジを外して本体から取り外していきましょう。このように分解することができました。今回はこちらの RF モジュールは使わないので廃棄します。 RF モジュールでハンダ付けされている1から7までの配線はこの後新しい基板へ再利用していきます。後ほど基板の裏面からハンダゴテを当てて外したいと思います。電源ケーブルも同様に RF モジュールから外していきます。 RF モジュールから配線を取り外すためのコツとしては RF モジュールを持ち上げ引っ張った状態でハンダゴテを当てると配線が抜けやすくなると思います。それでも難しい場合はモリハンダもおすすめです。はい、このように外すことができました。こちらの RF モジュールは再利用しないので廃棄しちゃいます。画面のように基板のみになりました。こちらの基板はこれから必要な加工を施していきたいと思います。オーディオ関連のカスタマイズを行っていきます。基板の CPU の1ピンと2ピンがオーディオ関係になります。ここの1ピンと2ピンからオーディオの A と B が出力されています。ここでは詳しい説明はしないのですが、区形波、三角波、ノイズなどの音が出力されています。この2つのピンがつながっている先の部品が抵抗になります。該当するのが R4 と R5 の抵抗になります。ステレオ化するためにこれらの抵抗は使用しませんので、この2つの抵抗をニッパーを使って除去していきたいと思います。少しカメラを寄せました。
R の4と R の5が対象ですので、間違って他の抵抗を切らないように注意しましょう。除去しますとこのような出来栄えになります。次に CPU の1ピンと2ピンからオーディオの L と R を生成するために裏面から配線をハンダ付けしていきたいと思います。配線の色は何色でも大丈夫です。このように2本オーディオ用の配線をハンダ付けすることができました。ここから推奨作業になります。内容としては映像関連になります。こちらの作業をしなくても映像は出力されますが、ソフトによっては正しく表示されない縦縞などが目立つかと思います。それでは紹介してきます。 AV ファミコン改造で有名なトランジスタのエミッターとベースを反転させ PPU の21ピンと接続するカスタマイズです。またビデオ出力のピーク2ピークが 1V になるように R6 と R12 の抵抗値を変えていきます。 R6 は 2.2kΩ から 130Ω に、 R12 は 220Ω から 15Ω に置き換えます。こちらの手法は有名な方の手法を踏襲しています。またそのように私の基板も設計しております。そして裏面に10マイクロファラドのコンデンサを追加し縦縞対策をしていきます。作業そのものは単純なものなので早送りでお送りしていきます。はい、加工し終えました。出来栄えはこのような感じです。抵抗値の置き換えとトランジスタの向きを反転、 PPU の21ピンと接続しました。動画での収録を忘れてしまって恐縮ですが、電源から来るノイズ対策として基板裏面に画像の位置でコンデンサを追加し縦縞対策を行いました。コンデンサは1箇所追加すれば十分です。ここでようやく私が設計した基板の出番です。先ほどまで加工したファミコンの基板と設計した基板を接続していきます。ここの1から7番にファミコンからの配線を接続するのとファミコンの電源ケーブルの接続、そしてオーディオの L と R をこの2箇所に接続していきます。1から7についてはファミコンからの配線を再利用していくのですが、自作基板の穴が小さくうまく差し込みできない場合があります。ここは今後改善が必要な箇所ですね。穴への差し込みができない場合はパターンの表面にハンダ付けするだけでも十分ですのでやっていきましょう。20分くらい格闘しましたが案の定穴へ差し込むことができませんでした。ものによっては差し込めますが今回はパターンの表面へハンダ付けして対応しました。動画と並行して改良基板の設計をしている最中ですのでここの問題は今後クリアできる予定です。今回はこのまま次の作業に進んでいきます。続けてファミコンの電源スイッチの配線を自作基板へハンダ付けしていきます。白赤線どちらでも良いので基板にあるパターンに差し込みハンダ付けしていきます。ここの穴サイズは適切ですんなり配線を差し込むことができハンダ付けできました。差し込みできたらハンダ付けしましょう。これで OK です。この状態でファミコンの本体に組み戻していきましょう。逆の手順ですのでここも早送りでお送りします。画面のように組み上がることができました。続けて動画の冒頭で加工したオーディオ用の配線を自作基板へハンダ付けしていきます。この赤色と青色の配線ですね。長さを揃え被覆を向いてハンダ付けするだけの作業です。これで OK です。このような形になりましたらあとは最後まで組み戻すだけになります。
これで AV 化、ステレオ化の改造が完了しました。簡単に背面を確認していきたいと思います。背面はこのような出来栄えになっています。タイプ C で電源供給、ここでステレオとモノラルの切り替えができます。ここ少しアクセスしにくいですが、先の細いドライバーなどを使って拡張音源の音量調整をすることができるようになっています。ここの4曲のジャックでビデオ、オーディオの L、R、グランドとなっています。それではお待ちかね、動作チェックしていきたいと思います。次のパートから滑舌の悪いウプ主が喋りますがご了承ください。はい、それではね、動作チェックしていきたいなと思います。今回ね、USB 電源と、4極コネクタを挿してやっていきたいなと思います。ではまずそうですね、この赤白黄色の4極コネクタ、であとは USB-C、はい、をつなげていきます。でキャプチャーするものとしてはですね、映像は、よく売っている安いキャプチャーを使います。でその先に、これも安い、ビデオキャプチャーをつけていきます。映像はこれでやります。ということで映像はやりますと。はい。で次にね、オーディオ関係についてなんですけれども、オーディオ関係については、IO データのこちらのケーブルですね、こいつを使って、キャプチャーをしていきたいなと思います。で、今回はね 3.5mm ジャック、ライン入力 3.5mm ジャックのものを使うために、こういったような変換ケーブルを使っていきます。ここでね、モノラルステレオのキャプチャーをしていきます。で音声はこちらにつないでいきます。のライン入力、はい、こういうことでやっていきますと。で検証で使うソフトはですね2つ用意しまして、1つはねスーパーファミコン、のマリオブラザーズで、もう1つは悪魔城伝説。この2つをねやっていきたいと思います。はい、こういうふうに映りました。ではですね、ちょっとノイズうるさいんですけどもやっていきたいと思います。では、やっていきましょう。はい、今、疑似的にステレオにしています。聞こえ方はこんな感じになっています。ジャンプするときは高い音は左から聞こえてきますね。では、これだとちょっと音が激しいので、これをですねスライド右にしてモノラルにします。はい、こんな感じでステレオモノラルを切り替えることができます。再び、ステレオ化にしたいと思います。はい、では軽くね、クリやってみましょう。ちょっと右下にね画面があるせいでね先がちょっと見えないワクワクな状態です。はい、こんな感じでマリオは、聞いてきます。で続けてね、悪魔城伝説の方をですねやっていきたいと思いますのでセッティングしていきます。はい、ということでね、悪魔城伝説の方をやっていきましょう。今これはステレオモードになっています。では、悪魔城伝説に入っているサウンドモードでいきましょうか。ビギニング、聞いてください。
はい、ということでね、こんな感じになりますと。でちなみにね、ステレオモードのままここにあるね、ボリュームちょっといじってみます。これボリューム、拡張音源のボリュームを落としました。次は上げていきます。はい、こんな感じでマックスです。ちょっとね、バランスを見てね、ここで、好きなように調整いただければいいのかなといったところです。で、続けてね、モノラル化してみます。はい、これでね、通常聞き慣れているような音になったかなと思います。また戻します。はい、こんな感じでね、無事に確認することができました。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、私の方で自作したこちらの基板をこのファミコンの中に入れて、先ほどのような感じでですね、オーディオが、疑似的にステレオになるようなもの、そして AV 化できているものになっております。数々の試作をね、得て、ようやくこの1枚にたどり着くことができました。ただこの基板についてもね、まだまだ改良しなければいけない箇所があるのはもう確認できていますので、それについては今後改良していきたいと思っております。いろんなファミコン改造の動画がある中ですね、こちらの動画を視聴いただきありがとうございました。今後もですね、こういったような興味あることについて、どんどんやっていきたいなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。